放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第85話、影の侵入。北部戦線は静かに形を変え始めていた。それは誰かが号令をかけたからでも、作戦図が書き換えられたからでもない。戦場に立つ戦員は無意識のうちにもう守るだけではない。取り返してしまったからだ。魔王軍は引いた。それもただの交代ではない。圧倒的な圧力を受け、敗走に近い形での撤退だった。バルミラを撃退した余韻はまだ残る中、ユーマたちは初めて前へ踏み出した。慎重に、だが確実に、一歩、また一歩と防衛線を越えて踏み込んでいく。そこにあったのは破壊された魔族の戦勝拠点だった。防壁は半壊し、魔力供給路は停止。指揮系統を担っていた個体もすでに撤退済みか、あるいは殲滅されている。王国軍の兵士たちはそこで初めて確信した。押し返せる。ユーマが作った進化装備はここでも本領を発揮し始めた。耐久性、回復効率、魔力循環、どれもが防衛戦用の想定を超え、戦闘を前提に設計されているかのようだった。拠点を一つ落とすたび、補給線が短くなる。補給線が短くなるほど次の進軍は速くなる。北部戦線は連鎖的に前へと押し出されていった。数日後には奪還された拠点の数はすでに10を超えていた。小規模監視取りで魔力中継統、補給倉庫、どれもが大規模な戦闘を伴うことなく、まるで戦意を失ったかのように放棄されていた。魔王軍はもう北部を維持する価値がないと判断したらしい。一方、王国軍にとっては違う。失った故郷であり、取り戻すべき現実そのものだ。野営地は毎晩のように前へ移動した。焚き火の位置が地図上で少しずつ北へずれていく。そこでは兵たちの声が以前とはまるで違っていた。疲労はある、傷もある。だが絶望がない。報告に上がる内容はほとんどが前進と奪還だった。拠点を一つ制圧、補給路の確保、魔力反応なし、敵影、交代中。それらは淡々とした文字列のはずなのに、帳簿をめくる将校たちの表情には確かな熱が宿っていた。勝っている。全員がそれを感じ取っていた。ユーマは前線から少し離れた位置でそれを見ていた。自分の力が戦局そのものを動かしているという事実。報告書に並ぶ奪還地点を眺めていると、いやおうなく現実を突きつけられる。これが進化の力。守るために作った力が今は奪い返す力に変わっている。北部戦線だけではない。中央戦線、南部補給路、魔族領内への圧力、すべてが少しずつだが確実に王国軍優位へと傾く始めている。それを最も早く理解したのは魔王軍だった。北部の指揮系統から上がる報告は簡潔で冷たかった。戦線維持、困難、進化武装、想定を超過、正面衝突は不効率。魔王軍の中枢、玉座に座るバルザークは報告を静かに聞いていた。左右に抱える異形の魔将たちは誰も声を上げない。ただ空気が重く張り詰めている。バルザークは低くつぶやいた。進化武装、想定以上だな。撃つべき力ではない。正面から潰すには対象が多くすぎる。ならば利用すべきだ。彼の視線が遠くの一点を捉える。あのユーマという存在はもはや単なる敵戦力ではない。世界の構造を書き換えかねない概念そのものだ。北部戦線の敗北は許容する。拠点も土地も切
り捨てる代わりに、ユーマの心得手を伸ばすバルザークの脳裏にバルミラの名が浮かんだ。彼女ならできる。力を捨て存在を消し、人間として潜り込むことが、その許可はすでに下りていた。王国軍はまだ知らない。この進撃が勝利への道であると同時に、罠へと続く一本道でもあることを、今はただ誰もが胸の奥で思っていた。いよいよ勝ちパターンに入ったな。東北部戦線の戦況図は静かにだが確実に塗り替えられていった。反制圧前進。かつては赤く染められていた地域が、日を追うごとに王国軍の色へと戻っていく。補給路は安定し、野営地は拡張され、兵たちの顔から防衛の緊張ではなく、少佐の自信がにじみ始めていた。野営地の外れ、焚き火の向こうで、兵士たちが地図を囲みながら静かに話している。3日前に落とした砦、完全に制圧できたそうだ。魔族の補給庫もそのまま残ってたらしい。食料も魔力結晶も丸ごとだ。このまま勝てるんじゃないか。俺たち、その言葉に誰も否定を返さなかった。武器が違う、装備が違う、連携が異様なほどに噛み合う。ユーマの進化装備が行き渡った部隊はもはや兵ではない、跡津の完成された戦闘兵器軍だった。そしてその勝ち続ける戦場のさらに後方、王国軍の補給ライン。そこは前線ほどの緊張感はなく、だが戦争の命脈を担う最も重要な場所だった。新馬社外と会、治療テントが並び、負傷兵が担架で運ばれ、補給兵側は正しく指示を飛ばしている。その人波の中に羽鳥の傷ついた女兵が混じっていた。顔色は悪く、右腕にはカニ固定の包帯、足は吹きするように動きが鈍い。魔力反応微弱、ほとんど一般人以下。彼女の名はもうバルミラではなかった。これでいい。自らの内で彼女はそうつぶやく。魔力を閉じた、存在感を閉じた。四大魔将として築いてきた殺意も覇気も誇りもこの一瞬のために全てを封印した。セレスの索敵網を抜けるためには魔族であることすら消さなければならない。それは魔将にとって自殺に等しい賭けだった。でも正面からはもう取れない。氷と雷、進化装備、人と武と人間の連動、あれを力で潰すのは握手だ。ならば内部から壊す。彼女は担架兵に声をかけた。すみません、後方へ運んでもらえますか。声は弱くかすれて、どこにでもいる負傷兵そのものだった。怪我は魔族の苦習で正体が言葉を濁す、視線を伏せる。それだけで周囲は勝手に物語を補完する。辛かったな。ちょっと待ってろ。すぐ治療を回す。疑念はない。セレスの索敵結界も反応しない。ユーマの進化武装も彼女を敵として認識しない。治療テントの入り口をくぐった瞬間、一瞬だけセレスの青い索敵の波が彼女の全身をゆっくりと撫でた。心臓が激しく跳ねる。反応するな、反応するな。波は彼女の体を通過し、次の負傷兵へと移っていった。反応はゼロ。通った。胸の奥でほんのわずかに勝利にも似た感覚が灯る。もう一度来たら耐えられるか。ここで正体が割れたら即死。今の彼女はただの女だ。魔力も防御も再生もない人間のハフトツで終わる。だからこそこの潜入は完成度が高い。寝台に横たわりながら彼女は周囲の会話を静かに拾う。そこでは戦果の報告が
銃が間に合えば一気に決められるな。北部はもう完全に主導権を握ってる。勝っている。だからこそ誰も疑わない。彼女は静かに耳を澄ませ、人間たちの油断と希望を丁寧に貪るように飲み込んでいった。数時間後、補給将校の一人が彼女の前に立った。回復したら後方待機だ。無理はするな。彼女は弱々しく首を振る。前線には戻れません。部隊は全滅しました。嘘ではない。バルミラが壊した部隊は数えきれないほどある。でも彼女はゆっくりと顔を上げる。北部に魔王軍の重要拠点があるんです。補給と転移の中継点。今ならまだ空っぽです。将校の動きが止まった。なぜ？それを必死で逃げていました。彼女は一度言葉を切った。思い出したくない光景を思い出すように指先がわずかに震える。部隊が壊滅して追われて森の中を無我夢中で走って視線を伏せたまま続ける。その時偶然見えたんです。岩場の向こうに魔族たちが集まっている場所を将校が息を飲む。拠点遺体でした。でも急いで荷をまとめていて、もう使えない切り捨てるって、そんな言葉が聞こえて少しだけ顔を上げる。だからもう守る価値のない場所なんだって。それは盗み聞きではない。偵察でもない。ただ生き延びるために逃げた結果、偶然踏み込んでしまった場所。弱者の視点、逃走者の視点、戦士ではなく生存者の言葉。だからこそこの情報は作為ではなく偶然の恩恵に見える。捨てられる拠点だと。それは事実だった。魔王軍はすでにその拠点を切る準備をしている。敵なのに本当の情報を差し出すことで信用を得る作戦。場所は地図描けます。彼女は震える手で紙を取った。間違いありません。一つ太筆。確実に本物の位置を示していく。それを見た将校の顔が変わる。本物か。将校は地図を睨み眉を寄せた。もしこれが事実なら王国軍はさらに一段優位に立てる。この情報誰かに話したか。いいえ。彼女はうつむく。信じてもらえないと思ったから。弱さ、迷い、恐怖、完璧な被害者の姿。将校は深く息を吐いた。保護する。この剣、念のため上に確認する。その言葉を聞きながら彼女は心の中で静かに冷たく微笑んだ。入っただがまだだ。ここからが本当の勝負。王国軍の内部へ。ユーマの矢、ユーマの進化の中枢へ。あの魔法使いの索敵網の内側へ。この情報は確実に王国軍を動かす。そしてその成功体験が彼女を完全に味方だと信じ込ませる。だがそれは同時に破滅への一本道の始まりでもある。彼女は伏せた瞳の奥でただ一言だけつぶやいた。壊してやる。ユーマ。影の侵入はすでに成功していた。続く。第86話。血濡れの太